非常に日本の縮図である戸田村に行きました。今は大きな市に併合されてしまった村ですが、戸田村では漁業、農業、観光業、それから工業がすべて盛んなところです。そこでは美しい海の絶景、また山の絶景も見えます。僕の意見では、青い駿河湾に浮かぶ富士山は日本で最も美しいです。さらには日本で最も美しいカニも食べられます。その一方で、日本の他の田舎と同じように少子高齢化が問題になっています。まずはじめに、タクミアンという Airbnb にチェックインしました。それから戸田村を散歩しました。散歩途中にいろいろな面白いことに気がつきました。戸田村にある建物のほとんどは家で、レストラン以外のお店が少ないです。コンビニが一つだけあり、スーパーも一つだけあります。毎晩一つのレストランしか空いていません。ほとんどの建物が錆びたままでボロボロになっているようです。なぜかというと、日本では建物が数十年ごとに解体され、新しく建て直される傾向があるからです。しかし、ボロボロな建物の間から美しい海の絶景がどこでも見えます。また、天気が良かったら美しい富士山も見えます。Airbnb を自分で改築した杉山さんに自分の物語を聞きました。沼津は私のおじいちゃんが漁師をしていて、でここにも戻ってきて、で今はタクミヤンの運営をこちらで、しています。戸田に、来始めたのは約10年ぐらい前です。でその後は週末だけ戸田に、来ていたんですけれども、5年ぐらい前に戸田にずっと、いるようになりまして、でその管理事務所の家を建てて、それが3年前ぐらいですかね。それから、日本のいろいろなところをちょっと転々としていたんですけども、去年からこの、匠屋の元となった古い家を譲り受ける、ことがありまして、それからこの家を直して、今年から匠屋の、宿主として運営しています。戸田村で働いている人のほとんどは漁師です。散歩したらいろいろな漁師と話せます。2日目、僕も釣りをしようと思っていたけど、時間がなかったため、岸釣りにしました。杉山さんが釣り具店を経営する漁師に紹介してくれました。彼は釣り具店を立ち上げたばかりのプロの漁師で、戸田村独特なサビキ釣り方法を説明してくれました。僕が慣れていたサビキ釣りと違って、サビキだけでなく魚を引きつけるために餌を散布するための小さなプラスチック容器に凍っている小さいエビを入れてサビキと海に投げました。残念ながら小さい魚しか捕まえることができなかったので、戸田村に戻ったらもう一回釣りをしたいと思います。戸田村には漁師の他にもお年寄りのレストランのオーナーも若い店員もいます。僕が外国人だということにもかかわらず、戸田村で会った皆さんは僕を喜んで迎えてくれて、お辞儀までしてくれて、歓迎された気持ちにしてくれました。あ、こんにちは。杉山さんになぜ匠屋を建てようと思っていたか聞きました。沼津は戸田村が囲まれている町です。最初ですね、先ほど言われた管理事務所
あそこの家を私は自分で建てました。セルフビルドですね。で、その建て終わった後に、じゃあこれからどうやって暮らしていこうっていうことで、せっかく覚えた大工の仕事とか、あと、そういった仕事を生かして、じゃあ古い家を直して、でそれで、暮らしていこうかなということで、古い家を直してですね、こういうふうにリスティングにして、でそれで、暮らしていこうと思いました。最近、日本の田舎で少子高齢化が問題になっています。すなわち、若い人は子供を作らないし、田舎から都会に引っ越すため、田舎の在住が都会に田舎を出る傾向があるという意味です。杉山さんによると、戸田村の小学校と中学校の生徒数は合わせて22人しかいないようです。戸田村の道路を歩いていると、ほとんどの人がお年寄りと生徒でした。つまり、若い社会人をあまり見ませんでした。生徒が少ないので、僕は戸田の将来を心配して質問しました。危ないと思います。戸田に、若い人たちがもうほとんどいなくなってしまったというのはですね、この問題をどう解決するかという質問に対し、いろいろなアイディアが最近出てきています。例えば、日本の政府は田舎に引っ越す若者に奨励金を与えています。その上、日本の政府も生まれた子供の両親に奨励金を与えています。しかし、実際に戸田村を散歩していると、新しい解決策が必要だということが見えます。少子高齢化は終わりの見えないトンネルのようだが、観光業はそのトンネルの出口を照らす光のようです。そうですね、戸田はですね、来るのがすごく大変です。戸田は電車のトレインの駅がありません。なので、一番近い駅からバスで、1時間かかります。ですが、ここにたどり着いた人は海に浮かぶ青い海に浮かぶ富士山、日本で一番美しい富士山を見ることができます。やっぱりのんびりしてるところですね。東京、私も東京にずっといましたけれども、こちらは本当にゆっくりしています。で、ゆっくりしているにもかかわらず、いろんな人とお話しする機会が東京に比べてぐっと増えました。毎日いろんな人とお話をしながら楽しく暮らしています。で、これをですね、皆さんに楽しんでいただきたくて、これからも残していこうと思います。戸田に来るのは大変なの一方で、のんびりできる観光スポットが多いです。人気のある観光スポットは美浜海水浴場という美しい富士山が見えるビーチです。小舟ヶ浜の真っ白ビーチにある諸口神社の砂の上に立つでかい鳥居も有名な観光スポットで、同じ小舟ヶ浜の防波堤から見る海は透明度が半端ない天然の水族館です。釣りをしたければ戸田港の富士丸という船から楽しい釣りもできます。日本の産業と美しい自然が融合している戸田だけじゃなくて、全国の田舎の経済を復活するには観光が大事です。なので、日本にいるうちにぜひ戸田に行って、戸田でしかできない独特な観光を楽しんでください。